皆様こんにちは。佐賀大学地域学歴史文化研究センターの吉賀夏子です。この動画では、おぎは日記データベースでの IIIF 画像の公開と活用についてご紹介します。本センターでは、おぎは日記データベースを2018年4月から公開中です。おぎは日記とは、江戸時代のおぎはの日々の業務記録です。現在、原本は佐賀大学附属図書館にて大量に所蔵されています。おぎはんは当時、日本の南西部で今の佐賀県に存在していました。また、江戸幕府が直接統治していた約260の藩の一つである佐賀藩を税制や兵役など様々な面で支えていました。おぎはん日記には政治、冠婚葬祭、文化行事、経済活動、災害、事件など、ありとあらゆる出来事が細かく記載されています。このような業務記録は日本全国で多数見つかっており、地域の歴史や文化を調べる大きな手がかりになります。また、おぎはんには日記のほかに日記に書かれている出来事を要約し、タイトル化して目録にした日記目録と呼ばれる記録が存在しています。日記目録は当時でも膨大な日記の中から求める記事を探しやすいようにする用途で作られたと考えています。さらに日記は85年分残っているのに対し、目録は122年分残っており、目録だけが残っている年も存在します。目録の存在は、おぎはんの古文書の最大の長所となっています。現在私たちは、箇条書きになっている日記目録を手作業で翻刻し、テキスト化して、おぎはん日記データベースに保存しています。本データベースでは、キーワードで目録の内容を検索できます。そして、目録にオリジナルの日記画像があれば、IIIF の機能を使って閲覧することができます。それでは、疫病というキーワードで検索してみましょう。フォームにキーワードを入力して、検索ボタンを押すと、このように14の記事が見つかりました。ちなみに、ここのダッシュボード1というリンクから年表を見ることができます。そうすると、だいたい10年から30年おきに疫病に関連する出来事があったように見受けられます。その下の関連するキーワードを見てみましょう。そうすると、疫病という検索結果と一緒に、流行、山伏、それから払い、祈祷、般若寺というようなキーワードが出てきています。疫病が流行ると、きっと山伏などにお祓いや祈祷をしていたのですね。現代に生きる私たちには、目録に書かれている内容を直接読めませんが、データベースにしてキーワードを可視化すると、何が書かれていたのか、なんとなく理解できるようになります。では、検索結果に戻ります。記事の中には目玉のマークのついたものがいくつかあります。その一つをクリックしてみましょう。こんな感じで IIIF の画像が出てきます。
この画像は先ほどの目録のタイトルが指し示す日記の元記事です。これでより詳細な出来事を調べることができます。そして、日記は連続してブラウズできます。前後の出来事も日記のページをめくるように確認できます。おぎはん日記及び目録は、古文書や手紙で使用されていた宋老文という文法で、主に漢字で書かれています。また、ブックマークもあって、日記目録でポイントしているページにすぐ戻ることもできます。ここの記事ですね。もちろん IIIF でできる一通りの機能は揃えています。拡大縮小、それから画像のコントロール、反転もできますね。情報の表示もできます。ブラウザの表示形式も変更できます。最後に、おぎはん日記データベースの全データは、クリエイティブコモンズの下で、教育研究用途であれば自由に利用できます。どうぞ積極的にご活用ください。ご清聴ありがとうございました。